私は現在、心理学を学んでいるのですが、今回もその学びの一部を皆様と共有したいと思います。今回は、健全で豊かな人間関係を築くために欠かせないこと、に焦点を当ててお話しします。結論から言うと、それは自分の感情を大切にすること、自分の欲求を尊重することです。これを聞いて、相手の感情や欲求ではなく、自分の感情や欲求を大切にするの、と疑問に思われる方もいるかもしれません。確かに、相手との関係を良くするには、相手を尊重し、相手を大切にすることが重要です。ですが、その前に、まず自分自身を尊重し、自分を大切に扱うことが不可欠なのです。今回のトークでは、その理由について掘り下げて説明します。自分の感情や欲求を抑え込み、常に相手の気持ちを優先する人がいます。彼らは一見、立派に見え、社会的にも評価されがちですが、長期的に見ると、このような姿勢は望ましいとは言えません。その理由は、自分の本心を抑圧し続けることでストレスがたまり、結果としてその関係に疲れを感じてしまうからです。自己犠牲を伴う関わり方では、人間関係を心より楽しむことができなくなります。不満が積もり、相手に対する怒りや敵意を抱くこともあるでしょう。耐え忍ぶことで、やがて感情が爆発することもあるかもしれません。これでは、健康的で良好な人間関係の構築は不可能です。自分を大事にすることができる人は、自然と他者も無理なく大切にできるようになります。他人を愛するためには、自分自身を愛することが先決です。なぜなら自愛のできる人は心の余裕が生まれ、その余裕こそが他者を愛する原動力になるからです。自分を愛し、大切にすることで、本当の意味で他者も愛し、大切にすることが可能になるのです。これこそが、健全で豊かな人間関係を築く基盤となります。相手を無理なく自然に大切にできるようになるためには、まず自分自身を大切にすることが必要だというわけです。自己を犠牲にして相手を尊重する人は、このことを見落としがちです。まずは、この理解から始めることが求められます。自分を後回しにして他人を優先する人々がそのように振る舞う理由は、幼い頃の家庭環境に起因することが多いです。多くの場合、未熟で支配的で自己中心的な親に育てられたことで、子供時代に自らの欲求を抑圧し、耐え忍ぶことを学んだ可能性が高いと考えられます。子供は自分一人では生きていけない存在で、生存のためには親の援助が不可欠です。そのため、親が怒っていたり、不機嫌であったりすれば、子供にとっては脅威を感じる経験になります。この恐れから、親の機嫌を取ることに努め、親の顔色を伺い、自分の欲求を抑えてしまうのです。親から見れば、このような子供は素直で従順であり、良い子と評価されがちです。しかし、子供自身は我慢していて、ストレスを抱えることも多いのが現実です。親がこの事実に気づかないことは、その未熟さを物語っています。このような家庭環境で成長した子供は、大人になっても親との関係で身につけた人間関係スタイルを持ち続けがちです。そのため、他人を失望させてはならない。相手を喜ばせるべきだ。という心の内なる声に駆り立てられて、相手に過度に気をやったり、相手の機嫌を取ろうとしてしまいます。この行為により心的エネルギーを消耗させ、自分自身を疲弊させる結果となるのです。他者への過度な尽くしによって、自分の欲求が満たされず、満足感も得られず、自分自身が苦しくなることもしばしばあります。このような過去を持つ人々は、大人になってから、心理的な問題に直面することも珍しくありません。それでは、自己犠牲を払って他人を優先する人は、どうすればよいのでしょうか。第一に、自分自身を大切にしなければ、他人を真に大切にはできない。
ということを認識する必要があります。そして、自分を大切にするためには、自分の感情や欲求に受容的な姿勢を持つことです。どのような感情であれ、どのような欲求であれ、それに許可を出すのです。具体的には、自分に対して許しのメッセージを繰り返し囁きかけることが有効です。例えば、自分の感情を優先してもいいんだよ。自分の気持ちを尊重してもいいんだよ。無理に相手に合わせる必要はないんだよ。相手を喜ばせなくてもいいんだよ。といった言葉を自分にかけてあげてください。長い間相手を怒らせてはいけない。相手を喜ばせなければならないと考えてきた人は、このような言葉をすぐには受け入れられないかもしれません。許しの言葉を自分に告げても、相手を喜ばせろという声が出てくることもあるでしょう。しかし、それは自然な反応です。長年の習慣は癖になり、ちょっとやそっとでは変わらないでしょう。それでも辛抱強く自己需要の言葉を繰り返し囁きかけることで、徐々に自分の気持ちや欲求を大切にできるようになります。もし、相手を優先することでしか安心できない自分がいる場合は、無理に自分を優先させる必要はありません。安心できないときは相手を優先してもよいし、自分を大切にできそうなときは自分を優先してもよいのです。どちらでも構わないといった柔軟な姿勢が重要です。自己犠牲を払い、他人に尽くしすぎてきた人が、すぐに自分を最優先にすることは難しいかもしれません。しかし、自己需要の言葉を続けていくことで、やがては自分を自然に大切にできるようになる日が来るでしょう。自分を十分に大切にすることで、自然と他人のことも無理なく大切にできるようになります。すると、自分もハッピー、相手もハッピーという、理想的な関係が築けるようになり、これが健全な人間関係の土台となるのです。今回の内容をまとめてみましょう。健全で良好な人間関係を築く上での第一歩は、自分の感情を大切にし、自分の欲求を尊重し、そして何よりも自分自身を優先して満足させることです。その理由は、自分自身が満たされた状態でなければ、相手の気持ちを無理なく自然に尊重し、相手を大切にすることができないからです。自己犠牲を払い、他人を優先する行為は、短期的には良さそうに見えても、長期的には人間関係に悪影響を及ぼす可能性が高いです。なぜなら、自分を軽んじ、他人を優先することで、自分に負担がかかり、苦しみを招くからです。健全で良好な人間関係のためには、自分も幸せ、相手も幸せという状況が必要不可欠です。そのため、まずは自分の気持ちや欲求を優先させ、自らを満たしてあげましょう。自分の幸せが溢れるほどになったとき、その余った幸せを相手にも分け与えてあげると良いです。まず自分を尊重し、最優先にすることの重要性が、今回の話の主なメッセージです。ご視聴ありがとうございました。これからも時々心理学の学びをシェアします。応援いただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。